はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月1ヶ月分のタロットリーディングをさせていただきます。途中で星の解説も挟んでいきますので、ぜひ最後までご覧ください。それからですね、占星術をやってみたい方は無料でホロスコープチャートを出せるサイトがもうすぐ完成しますので、また別途ご案内させていただきます。では今月の8月のやついきますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。8月です。ジャッジメントペンタクス4の逆、皇帝、ワンド4、太陽逆、ソード10、タワー逆、ペンタクス9の逆とペンタクス7の逆、そしてオラクルはワンドの3の逆です。濃い1ヶ月ですね、8月。まずすごく嬉しいことがありそうで、トータル的に見たらこの1ヶ月っていうのは未来につながっていく1ヶ月だよっていうふうに言われてます。未来につながっていく1ヶ月、今月で完結ではなくて、この8月に経験したことが将来の自分にすごく響くよみたいな、何かすごく役立つよみたいな感じのエネルギーだと思います。そして星で見た時に今この8月っていうのは8月23日までっていうのは特に健康に気をつけましょうとか、毎日のね生活をしっかりしましょうねって、自分の生活や時間をきちんとすることで自分も整い、意識も整いっていう形で自律神経整えるのにいいなっていう時なんですね。それがそれが整うからこそいろんなことができる、仕事もきちんとこなせる、同僚ともうまくいくみたいな、なんかいろんなことが整うよっていう時なんです。はい、そしてカードで見ると何か嬉しいことが本当あるのかなっていう感じがあって、出だしがやっぱりジャッジメントなので、願っていたことが叶いますとか叶いましたとか、やっとそのチャンスが来ましたみたいな、何かそういう願っていたことが、待っていたこととか願っていたことが起こるのかなっていう感じがしますね。でそれは本当にここまで粘り強く待ったのか、本当にここまで自分ができることを精一杯やったからこそのご褒美なのかもしれないですね。もう自分のもうエゴは捨てちゃったっていうか、もうどうしようもないんだから仕方ないって言っても手放したことが良かったのかなというふうに思います。ずっとこうでなきゃ嫌だってしがみついていると苦しさが増してしまいますけど、おそらく魚座の皆さんの中で何かをもう手放したんだろうなって、あ諦めるってなんか嫌な言葉に聞こえるかもしれないですけど、全然その諦めるっていうのは実は現実をきちんと把握して納得して決断するっていう素晴らしい判断の一つだと思うんですけど、なんかそういうのがあったのかなっていう感じがしますね。そして本当にここまでやってきたこと、なかなかこれは1日や1ヶ月では到達できないぐらいの苦労や努力を重ねてやってきた何かがあるんだなって感じがします。だからこそ今の現状がある、今の自分があるっていうことで、すごくそこには誇りを持ってください。もう誇り高き王でいてくださいみたいな感じがあり、自信を持ってくださいね。どんな自分であったとしてもここまでやってきた自分っていうものをすごく自信を持っていてください。そしてその自分を、自分で認めても欲しいし、あと他者も認めているっていう感じがするんですね。ですから人間関係とてもいいです。恵まれてるし、実際にそれが密に関わっていようが関わっていまいが関係なく、魚座の皆さんを温かく見ているとか、温かく関係している人がいるのかなって感じがしますね。身近な人ともいいと思いますよ。こういうのがあるととても穏やかです。ですから何を待っていたのかなっていうのがちょっと気になったんですけど、待っていたことが手に入るんでしょうね、きっと。この8月の多分16日までにって感じがしますけど、中旬までに。はい。
そしてここで太陽が出てるんですね。でこの太陽、私から見るとちょっとまだ逆なんですが、逆でも全然いいです。とにかく願いが叶う、願っていたことが目の前にある、その世界があるっていう感じがしますので、これ何でしょうね。どんないいことなんでしょうね。これはお仕事でも人間関係でもチャンスでも全てにおいてです。なんとなくこう今見てるのはこう人間関係なのかなって感じはありますけどね。でもお仕事でもいいんですよ。肯定が出てるから、ずっとやりたかったことをちゃんと成し遂げられるとかいうのもありますし、それを何か若い人に継承していくとか、何か引き継ぎしていくっていうのもいいですし、自分よりこう年下の人とか若い人とか子供とか部下とか、そういう人たちとの関係もとてもうまくいくのかなって感じがしますね。なんか落ち着いてますよね。ですごくちょっと星のことを挟ませていただきたいんですが、8月2日が満月なんですよね。でこの満月っていうのはいわゆるその自分の健康状態っていうものがいわゆるピークで、ちょっとしんどいなとか、夏バテしやすいとかいろいろあるんですけど、それも23日経ったら落ち着いてくる。でそして特に8月の8日9日10日ぐらいで状況っていうのは一気に落ち着くっていう感じがします。問題解決するって言えないけど、そう言ってもいいんじゃないかと思うぐらいいろんなことが落ち着くだろうなと思います。健康のことも含め。そしてその次8月16日が新月なんですね。でこの新月もご自身の中の決め事をしていただくのにとてもいいんですが、何かここまで待っていたこと、いわゆる自分が願っていてやっと叶ったとか、願っていて手に入った、もしくはその手に入ろうとしていることが目の前にあるっていうことに関してさらに意図していただいてもいいと思います。はい、特に人間関係はいいです。で8月24日からちょっと彗星が逆行するんですね。でそれが特にパートナーシップのところで起こるので、ちょっと勘違いとか相手の言った意味をこっちが勘違いして受け取っちゃったり、自分を言ったつもりで言ってなかったとか、そういうことが起きやすいので、コミュニケーションの確認はしっかりするようにしてください。そしてただね、人に関わっていくっていう勢いはちゃんとあるのでいいと思うんですね。でちょっとね気になるのがその後なんですけど、いわゆるなんかちょっとホッとしてるんですよね。なんか回復に向かったとか、よかったみたいな、何か一つ嬉しいことが手に入って、ほっとした後にだからどっと疲れが出そうで、ちょっとそこだけ気をつけてほしいなって思いました。ちょっとこっちで見てみますね。なんかこの安定した形を維持するためには、自分を犠牲にしてでもこれを維持したいって思いそうな感じがしたんですよね。例えばの話ですけど、人間関係とっても良さそうなんですね。でこの人間関係を崩したくないと思うがゆえに、自分が損してるんだけど毎回お金を出しちゃうとか、その相手に対してこう自分が負担になったとしてもその関係を続けたいみたいな形でいるんですけど、それって結局自分がずっと自分を犠牲にし続けて成り立ってる関係に自分を犠牲にし続けて成り立つようなことに自分でしてしまってるってことになるので、それはやめましょうっていう感じがします。ちょっと見てみますね。これはですね、ワンドのページです。でもこのカードでいうとトランスフォーメーションで、あとカップの4、カップのクイーンっていうのも出ているので、何かねやはりすごく一つこう本当にここまで頑張ってきたっていうことが達成するとか叶うことによって、本当になんか全てが自分の力が抜けてしまうみたいなね、緊張の糸が外れた瞬間に、熱出すみたいな、なんかそんな感じがあるので、それも含めて一つの変容なんですけれど、こう張り詰めた緊張が解けるともう本当に何もなくなってしまうみたいな、そんな感じになったりとかもしますが、一応言われているのは、その状態でもものすごくその優しさや愛情や慈愛とかそういったものっていうのは奥深いところでものすごく大座の皆さんを守ってますよっていうふうに言われてます。はい、なのでなんかこう体に起きてることとか一時的な感情に起きてることに全て飲まれないようにしてくださいね。
そして最後のタワーの役なんですが、カップの6の逆ということで、もう分かりました、もう満足しましたって言って古いことを終えて次に行くっていう感じがしますね。ワンドの5、チェンジということで、ソードの6なんですけど、次に進んでいく。そうか、まあ、一つの例え話ですよこれはね。だけど例えばですけど、そうだな、例えばの話でいきますがもしね離婚問題とかそういうナイーブなことでちょっと別居してましたみたいなね、何かこうとりあえず距離を置きましょうっていう形で距離を置いて様子を見ていた。でずっと考えていた、でも自分は離婚したいと思っていたけれども様子を見ていたことに関し、やっぱり離婚しましょうみたいな話になったとしますね。そうすると願いが叶う、一つ願いが叶うんですけど、でもじゃあ離婚しましょうってなった時に何か一つ不都合な事実を知ってしまうみたいな、その不都合な事実を知ることによってガーンとかハーンとかなるんですけど、でも実際はご自身の離婚したかったっていう思いを成就させることができる、そして次に進むことができるみたいな。でも違う側面から見ると、この別居してる状態っていうのはそこで終わるわけですよね。また次に進んでいくっていうことで何かが一つ終える、その時に自分を犠牲にして成り立つような関係性っていうのはやめるっていうふうに出てるので、その何かを終えて次のステージに行くよと。でそしてもしその時に感情的に何かご自身がいろんなことを感じたりとかしても、その奥にはものすごく優しい愛情やイマジネーションっていうか慈愛みたいなものがちゃんとそこに流れているので、完全に何かを否定されてるとか、完全に何かが離れていくとか剥がされるみたいな、そんなことはないんですよっていうメッセージだなと思ったんです。みんながみんな今ね離婚問題でも揉めてるわけじゃないと思うので、皆さんの状況に合わせて考えてみてください。自分がずっと欲しかったものを手に入れたらなんか違ってたとかね、手に入れたがゆえに次に進むってなった時に何か思ってるのと違う事実を知って、あ、そうだったのかって分かって、でもそのことを知ったがゆえに新しく進んでいける、新しくもう満足して、今までの問題とか課題っていうのは満足して次に進んでいけるよって。でもちろん新しい道に進むにはいろんなまた新たな課題はあるんですけど、でも十分変わっていくチャンスはありますよっていうふうに言われてるんですね。なのでトータル的に見てこの1ヶ月っていうのは魚座の皆さんにとってはもう本当になんか将来につながるような、未来に何か影響する大きなねきっかけがあるんだなっていうふうに思ったんです。そして気をつけることとして言われているのが、お金はちょっとね今は気にしないでください。この8月はお金結構出ていくのかなみたいな感じがあります。でもこれが単に自分がなんか飲み食いして使っちゃったとか、なんかしょうもないもん買って浪費しちゃったとかいうことでは全然なく、本当に必要なことにお金を使うっていう感じがするんです。もうここはもう出しとくみたいな、譲るとか出しとくとかで、本当はもちろん気持ち的には出したくないとかいろいろあるかもしれませんが、長い目で見るとここできちんと出して整理しておく方がいいんだなみたいな感じ。新しい例えばその状況にするためにかかる経費だったりとか費用は出した方がいいんだなっていうふうに思いました。もうそれで決着がつくならみたいな感じ。はい。ですのでね、人間関係でいうとさっき下手にお金でつながってるような関係はやめてくださいねっていうふうに言ったんですけど、そういうのはやめてくださいね。あくまでも自分を犠牲にしないっていう上で、成り立つもの、新しい世界っていうのがもうそこにあるっていう感じがしました。はい、ちょっとオラクルをちょっと見てみますね。はい、ジャッジメント逆、ペンタクス5、ソード2ということで、今はご自身が思ってるそのまんまの願いではない形かもしれないけど、それを今の魚座の皆さんにとってはそんなに喜ばしくなかったとしても、それはゆくゆくの
魚座さんにとっては絶対に必要なことだから、今見えなくても大丈夫なんですよって、今見えなくてもこの8月に起きることっていうのは必ず未来に生かされることなんですよっていうふうに言われていると思いました。だから今見えなくても大丈夫、今気づいてなくても大丈夫。でもその前に中旬までに十分な豊かさがあるから、その上でいろんなことを感じてみてください。その上で何を手放せるのかっていう、何を達成して何の緊張メイトが取れるのか分かりませんけどね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら参考になりましたとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。ということで次回また8月末までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ有意義な時間になりますように。ありがとうございます。失礼します。